皆さんこんにちは。今回はオール電化築45年のスウェーデンハウスの秘密を大公開。初公開のおうちルーティンから過酷なメンテナンス、エアコン1台で冬を乗り越えられるわけなど、北欧の家の謎を解き明かします。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。この犬と私と北欧暮らしチャンネルでは、スウェーデンハウスのことだったり DIY のこと、家に関する動画、これまでたくさん出してきたんですが、この家に出会ってから丸2年、そしてこの家に住み始めて1年半ぐらい経ったので、私たちが実際に住んでみて、スウェーデンハウスのいいなと思うとこだったり、ここが嫌だなと思うところ、そして皆さんからいろいろな質問をいただいていたので、それに答える形でいろいろお話できたらいいなというふうに思っています。それではまず最初にこの家の秘密というか、この家がなぜ暖かいかというところなんですが、じゃじゃん、この窓に秘密があります。 DIY 動画を見てくださった方はこの窓の秘密知ってる方多いと思うんですけど、窓を開けるとよいしょ、じゃじゃーん、こんな感じで一番外のガラスからここまでが何センチぐらい、10センチ以上はあります。どういうことかっていうとね、これは古い窓なのでここ開くんですけど、開けてみるね。じゃじゃーん。まずね、一番最初の窓自体がここにありますね。でその次にここにさ、ほら窓があるの。こことここ、ほらこれぐらい隙間があるんです。でこれを3つつなげると、じゃん、さらに見て、こことここ、その空気の層があるので、しっかり断熱されているという感じになります。ちなみにこの窓は多分1979年建てられた当初の窓なので古いタイプではあるんですけど、でも全然ここから冷気が入るってことは一切ないです。結構前に質問で、そのスウェーデンってマイナス30度になった時に結露しないんですかっていう質問もあったんですが、こうやって外と内側にこうやって空間があるっていうおかげで結露になったとこ一回も見たことがないです。多分日本だとアルミサッシとか使われているところなんですけど、基本的にスウェーデンの窓は木製です。でやっぱりここも木なんだよね。ここも木で、この窓とかの接地面にはゴムみたいなところももちろんあるんですけど、基本的には木でできてます。もし私たちがこの窓を変えたいっていう風になると、この木の枠ごとバカって取り外して、そしてここにねいっぱい、断熱材が入っているので、断熱材と一緒に外してまた断熱材を入れて木の枠をきれいにはめるという感じになるみたいです。多分これも日本と違うんですけど、換気っていうのは日本みたいに窓を開けてするというよりかは、ここに、換気口みたいなのがあるので、これをボタンを開けて換気をしやすくします。特に冬とかはさ、その窓を開けたくないじゃん。でも夏とかは結構窓を開けて、蚊が入ってこないようにここに網とかしてね、網戸みたいな感じにすることもあれば、普通にこうやって開けっぱなしにして風を通すっていうこともできます。次はちょっと私の自己紹介みたいな感じになるんですが、私は九州の佐賀県出身です。それでスウェーデンの家、そして北海道の家とかにいた時にすごく驚いたことなんですけど、暖房の仕方っていうのが全然違って、あと基本的にはスウェーデンの家ってセントラルヒーティングみたいな感じで、壁とか床とかに管とかお湯の管が張り巡らされていて、それで家の中が一定に均等に暖かくなるようにっていうことがされていることが多いです。で私たちもルレオに5年ぐらい住んだのかな。ずっとセントラルヒーティングの、集合住宅のアパートの中のセントラルヒーティングっていう感じで、本当に部屋が一定な感じがしました。で壁にねエレメントっていうのがついていて、そこから暖かい風が送られてくるっていう感じです。でもこの家を買ってびっくりしたのが、この家がオール電化だったことです。もう本当に最初びっくりしてさ、エアコンで、基本的にエアコン一つで家を温めているというふうに聞いて、本当に
それで家って温まるのかなとか、冬大丈夫なのかなと思って実際に2回冬越えをしました。1回に行ってそれを一緒に見ようかなというふうに思います。私のエアコンのイメージっていうと、夏に使うエアコン、なんか暑い時に部屋の温度を下げるためのエアコンなんだけど、スウェーデンっていうかここら辺では基本的に一年中つけている人も多いんだけど、冬に大活躍するという感じです。外の温度がマイナス30度になった時に家の中を20度に保つために50度の変換があるんだけど、それを頑張ってこのエアコンちゃんがやってくれます。で、多分日本でも最近出ている寒冷地エアコンみたいな感じで、普通のエアコンと作りが違うみたいなんですけど、でも本当にこのエアコン1台でできるのは素晴らしいなというふうに思います。このね、エアコン一つでなんで大丈夫かっていうとこなんですけど、この家自体がすごく断熱性が高い家になっていて、その20度をねずっとキープしてくれます。で、逆に夏はエアコンをねつけてもつけなくてもなんですけど、なんかもうサーモスみたいな感じ、断熱材がすごく高性能なので、外の外気があんまり関係なく夏もひんやりという感じです。この前変えたばかりのこのドアなんですが、このドアでちょうど業者さんが働いてるところをね見せてもらったんだけど、ここすごかったんだよね、断熱材入れてくれたのがさ。こちらの DIY については最新のルームツアーでお話をしています。まだそちらをご覧になってない方がいたらぜひそちらもご覧ください。で、このドアも同じく3枚ガラスになってるんだけど、こうねドアを開けるとわかると思うんですけど、この家の外の外壁とうちのなんていうの、この家の内壁の厚さが何センチだろう。35センチぐらいあります。すごくない？ Come on in。 そうそう。だから外が今でも多分マイナスはないか、ちょうど3度ぐらいだけど、家の中にね外気というかその寒い風は入ってこないですね。これぐらい窓が大きくても暑すぎることもなく、しっかり外との気温をなんていうかセパレートにしてくれるのがいいなというふうに思います。そしてスウェーデンの家の特徴としては、すごく長い間使えるというのも一つのいいところかなというふうに思っています。ちょうど私たちの家は、79年に作られた家なので、45年だから45歳ではあるんですけど、それって全然古い家っていう感じではなくて、本当に古い家は1900年代の初頭に作られてたり、1910年とか20年に作られている家も多いので、家自体が100歳っていうことも全く珍しくありません。家が100歳だといろいろ大丈夫かなって思うかもしれないんですが、ヨハンの実家とかは100歳の家、100年以上住んでいる家だけど、その間にいろんなリノベーションとか家のアップデートがされています。だから昔は例えば暖炉だけで温めていたところを、いろんなセントラルヒーティングのシステムを入れたり、また違うようなやり方で家を温めたりで、キッチンも新しくしたりみたいな感じで、どんどんアップデートされている家が多いので、外観もさ、私たちみたいに15年ごととかに家を塗ることも多いので、長く住めば住むほどその家を何回も塗るっていう感じだから、そうすると外から見ても新しく見えるし、家の中に入っても新しいテクノロジーでまたいろんな設備がある素敵な家が出来上がるという感じです。そう、スウェーデンの家は基本的に木を使った木材ハウスが多いんだけど、やっぱり木で作られているお家って強いのかなって私個人的には思っていて、それプラスいろんな断熱材とかグラスファイバーとかいろいろな材木を使って家をしっかりもう基礎の部分を立てているから、本当に中は結構リノベーションしやすくて、外側はしっかり基礎部分がちゃんとしているという感じで、この家もいろんなヒストリーがあって、私たちが多分5、6、7家族目っていう感じかな、ここに住んだのが。だからいろんな前のオーナーさんたちが工夫してリノベーションしてくれているっていうのもすごくいいチャーミングだなというふうに思います。
では次にキッチンに行って皆さんにお見せしたいものがあるので、あちらに移動しましょう。それでは次にキッチンのある皆さんにまだお見せしてなかった部分をお見せしていきたいと思います。それがじゃじゃーん、こちらです。これいつもね、なんかゴミ箱的なリサイクリングビンとかを置いてて隠れてるところではあるんですけど、実はここ床下に通れる出口があります。今回はそれをね、皆さんにお見せするというか、私たちは毎年1回この下に潜ってこの床下の中にあるフィルターを変えるという作業をしているので、それをお見せしたいと思います。実際に私ちょっと手袋してるんですけど、その理由はこれをね、入り行ったらわかるんですけど、前多分このさ黒い床だったんだよね、きっとね、最初の頃は。そしてこのオリジナルの床も剥がしていくと見えてきたのがこちらの扉。じゃあちょっとこれ開けてみますね。これは多分2020年ぐらいにできた穴なんだけど、この3センチ以上の厚みがある床用の合板を剥がすと見えてきたのが、その下がどうなってるかっていうことなんですけど、これはグラスファイバーなので基本的に素手で触るとかぶれちゃうので、必ず手袋をしてやります。リサイクルされたガラスを加工して繊維状にしたグラスウールという断熱材が出てきました。こういうのが床とか壁にいっぱいあるんだよね。そうそう、だから、これが断熱材にはなってるみたいです。これがラストじゃない？ Yeah, I think so. そうそう。で、ここ見てもらうと分かるんですけど、床の厚さもこれだけありますね。It's like this thick, the floor. Very. Yeah. 怖い。見てよ、やばくない？見てください。こんな感じですよ、床の下こんな感じになってます。ちょっと衝撃じゃない？ It's like surprising. このフィルター、床下になんていうのかな、空気清浄機みたいなマシンがあるんだよね。でそれのフィルターを1年に1回変えるので、春にいつも変えてるので、これを今から買いに行きたいと思います。私はここに2回入ったことあるんだけど、すごくない？家の床の下がさ、どれぐらいだろうね。何センチぐらいなんだろう。1メートルぐらいかな。ちょうど1メートルぐらい床の下に穴が開いております。ということで、おー、すごい。どう？ちなみに床下はめちゃくちゃ涼しいです。冷蔵庫ぐらい涼しい。多分5度ぐらいかもしれない。でビニールに覆われております。であそこにウィーンって言ってるマシンがあるので、あそこに行くね。よいしょ。スウェーデンの家は地下がついているお家も多いんですが、うちの床下はこうなっていて、まずは作業をする前に電源を切っていきます。今コンセントを抜きました。この床下の作りはスウェーデン語でクリープグルンドと言って、家全体の床下がクロールできるぐらいのスペースがある構造になっているのが特徴です。このエアポケットがあるおかげで地面の冷たさから家を守り、気密性が高いスウェーデンハウスの床下が湿気てカビないように24時間365日換気をしてくれているという状況です。で私がする任務ですね。お、ありましたありました。これを取ります。おお、汚い。ほら。そう。じゃあ新しいやつをまたここに差し込みます。すごいね。このマシンのおかげでこの家の湿度は保たれております。というかこの家の前のオーナーさんがさ、このマシンを導入してくれて、実は家を売る直前というか前に、この床下になんかカビってるのが見つかったらしくて、それで急遽やっぱカビって怖いから、それを直すためにこの床下をさ、いろいろ改造してくれました。 OK、 これでいいと思います。
はい。ということで、お、あったかい。あったかいでございます。こんな感じでフィルターをね、毎年変えて、やっぱりこの家をメンテナンスするっていうところでとても大切みたいです。できた。よいしょ。この家を買うときにスウェーデンハウスの基礎構造について一軒一軒レポートをもらったりしていろいろ学ぶことが多く面白いなと思ったんですが、皆さんがお住まいのお家やアパート、マンションと比べてここが違うなとか、これもしかして同じかもと思うところがあったら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。Like this. ということで、家のメンテナンス1つ目終わりです。冬のメンテナンス2つ目は、雪国暮らしでは避けられない雪かき。はい、ということで早速雪かきの様子お見せしているんですが、どこにヨハンがいるか皆さん分かりますか？どんどん近づいてきて、はい、今ヨハンはガレージの上に立って雪かきをしています。こうやって上から見ているだけでも分厚さとか重さっていうのがお分かりいただけると思います。私もヨハンも雪国暮らしにそこまで慣れているっていう感じでもないので、慎重にそして気をつけながら作業をしているんですが、去年の夏頃にお隣さんの話で、こうやって屋根の上に乗って雪を落としていた時に、女性の方だったんですが、屋根の傾斜とツルツルしているっていうので滑ってしまって、それで落ちた方向が肩から落ちちゃったみたいで、そこで身動きが取れなくなってめちゃくちゃ怖い思いをしたという話を聞きました。その時はたまたま自分の家族がすぐ横を通って助けてもらえたらしいんですが、そうじゃなかったら亡くなってたかもっていう話も聞いていたので、ヨハンさんには絶対落ちないようにというふうに何度もね確認をしながらやってもらいました。そして久々にこのドローンを使って家全体をこうやって眺めているんですが、新しく塗ったこの外壁の緑と雪の白、皆さんどう思いますか？そして家のすぐ裏の方をまっすぐ後ろの方に行くっていうドローンショットも撮ってみました。夏に撮ったことはあったんですが、冬になってこうやって真っ白の状態を撮るのは多分初めてだったので、結構森の中ってスカスカなんだとか思いながら、あとやっぱり動物の足跡とかが見えたりして面白いなと思いました。お疲れ。大丈夫？ Not even half done yet. ね。I saw it's like a third. Where is the thickest? By the corner, Yeah. close to the house. Yeah. And it's also icy there. Really? Yeah. Oh, it's like I can see it's like 50 centimeters where you're standing right now. Yeah, maybe. こんな感じで見ていただいたらわかるんですが、奥に行けば行くほどどんどんね雪が深くなっているのがわかると思います。今ヨハンさん3分の1終わったところなんですが、もう結構ヘトヘトっていう感じで、やば私の胸ぐらいまで雪が来てる。大丈夫？すぐ目の前まで雪が押し寄せています。雪かきを続けること1時間15分。全く休みも取らず、お水とチョコレートだけでここまで頑張ってくれました。そして反対側だと気づかなかったんですが、こちら側をやってもらった瞬間、この雪の多さにびっくり。やば。Very heavy work. Yeah. Oh my goodness. You can see how thick it is here. Thicker than this. やば。Not even down all the way to the... ね。It's very icy. Yeah, it's like a layer of ice. ちょっと見にくいんですが、屋根自体がフラットではないので、こんな感じで凍ってしまっています。もともとはサラサラでふわふわのパウダースノーも何ヶ月も経つと
こんな感じでギュッとまとまって硬くなってしまうので、もしかしたら氷みたいに切り出して押すのがいいのかなとか言いながらも、私たちは雪のシャベルを2種類しか持っていなかったので、今回はこれで対応してもらいました。そして見てください、この雪の量。ヨハンが歩いてこれぐらいなので1メートルぐらいは本当に積もっているなと思って、何トン分の雪を雪かきしてくれたのかなとか本当にびっくりしちゃいました。ね、だからちょっと一回フィーカを挟んで、フィーカの後にちょっとここと反対側の家の通路を作りたいと思っています。本当にスーパーヒーローすぎるんですが、フィーカの後にヨハンが率先してここの雪かきをやってくれたんです。というか雪多すぎません？ Yeah. That's Daddy. 私たちが暮らしているここ北スウェーデンは10月頃から雪が降り始め、例年は11月頃から4月5月あたりまで地面が雪に覆われているような地域なので、暮らしの中で大変だなぁと思うことも困ったりすることもたまにあるんですが、そういった暮らしの様子も動画にしながら家族4人でたくましく生きていきたいなぁなんて思っています。ありがとう。すごい、本当に信じられないぐらいたくさん積もってます。The new year, when we wanted to come back here, we couldn't because it was too cold. そうなんです。今年1月に出した動画でスウェーデンは25年ぶりの大寒波で大変なことになっているとお伝えしていたんですが、When it was like minus 40 here, then we were really worried, Yeah. especially when we heard that our neighboring village or a village close to here had a big blackout. Yeah. And we were thinking like what would happen if we got stuck in this house like during a blizzard like that when it's minus 30, 40. minus 40. Yeah. Yes, like you're saying, we have great insulation in this house. We're very well protected, but when it's that cold outside and there's no heat sources on the inside except for ourselves, that can get kind of scary. Yeah. このオール電化の家に引っ越してきてから何時間も停電して困るみたいなことはこれまでありがたいことに一度もなかったんですが、年始から大寒波が来たり例年の何倍もの雪が降ったりしたことで、夫婦で改めて危機対策を話し合う大きなきっかけとなり、また日本で同じ雪国暮らしをしている視聴者の皆さんから自然災害や停電に備えた危機対策についてのアドバイスなどもいただき、ヨハンと一緒に話し合いをした結果、I was talking about having backup battery, and you already knew that one good one. I heard of a company called Jackery that makes big batteries, or rather they're not so big, but they make backup batteries exactly for these situations. Yeah, for like outdoor camping or doing work outside where you don't have any electricity, but you need access to electric tools. But yeah, it's also for emergencies. Yeah. And I actually reached out to them, and we got a really cool Jackery battery here in Sweden. ということで送っていただいたのがこちらの商品。ジャックリーのポータブル電源というとキャンプやアウトドアでの利用が人気みたいなんですが、私たちの用途である自然災害への備えと停電時の危機対策としてバッテリーを活用したいと相談させていただき、私たちが暮らすこちらのスウェーデンハウスにジャックリーポータブル電源1000プラスという商品とソーラーパネルをセットで送っていただきました。 Wow. It's smaller than I thought. These are the plugs if you want to charge something. Yeah. On the back you have the outlet. すごい。I love the color. I love orange. ソーラーパネルのさ、やつでさ、チャージできるんだよね、これね。Cool.
こちらのポータブル電源を後日実際に充電してみました。早い。左側にインプットというところがあって、そこでどれぐらいの速さでチャージできているのか、充電が 100% になるまでどのくらいの時間かかるかなど、すごくわかりやすいなと思いました。あっという間に 100% になりました。初めてだね。あ、 Ba-chan. すごい。 Charging. It says 1 hour until fully charged from 39%. 2つに荷物が分かれて届いたんだけど、最初ソーラーパネルが届いてさ、こうやって開いた時さ、もうマジで感動して、こうやって折ってもできるんだけど、こういうケーブルもあるので、これに直接バッテリーをつなげることもできるし、ここからそのまま携帯とかを充電することもできるっていう感じです。こう太陽に合わせてさ、こうやったりこうやったりいろいろできるんだけど、使わなくなったらこうやってね、できるの。すごくない？ Really cool. Yeah. 私たちが使っている地元の電力会社は 100% 自然エネルギーだけで電気を作っています。そのため気温や天候、需要と供給のバランスで毎日電気料金は変わり、1日の中でも時間帯によって電気料金は大きく変動します。また冬になるとどうしても電気料金が高くなってしまうので、晴れている日なんかはこんな感じでソーラーパネルを使って自家発電をしたり、電気料金が安い時間帯にチャージをして、電気が高いけど使いたいという時にポータブル電源を使う生活もいいなと思いました。なんかスウェーデンでは全てが電子化されてるから、そのインターネットもだけどさ、私たちはキャッシュを使わずにカードだけで支払いをするのもさ、現金がないとそういう停電になった時払えないんだよね。でそれで私たちはキャッシュを持つようになったし、こうなってしまったら万が一のためにっていうので、自分たちのために備えるって大事だなと思って、そういうことをね最近考えるようになりました。Okay, but you can't be in front of the camera. それでいろいろね、大寒波が来て寒くなって停電したらどうしようとかいろいろ考える中で、電気がなくてもつけれる暖房ということで、やっぱり周りの人、家の周りでも結構半分以上は暖炉を使っている家が多くて、もちろんエアコンで温めるんだけど、そのバックアップというかプラスして遠赤外線のすごく暖かい空気をずっと保つっていう意味ですごく暖炉っていいなって思ったので、 So hopefully we can get a fireplace this summer. That's what we hope, at least. Spring, summer. Yeah. Like we need to decide where we're gonna have and how it's possible. Yeah, and where the tube is gonna go. They're gonna go up on the top floor, or is it just gonna go out through the wall here, or yeah, many things to think about. At work we had he was head of security talking to this group I'm part of, and he talked about that, like with security in Sweden right now, with houses being so electrified. He was actually connecting it to that. He was asking openly, who here does have a fireplace? Because if something happens in Sweden and the electric grid shuts down, how are you gonna survive if you don't have that up here? True. Yeah, so I think it's a big plus. The cozy factor is big. Yeah. It's really nice, and it's a cheap way of heating your house, but then it's also a really good security backup that is more sustainable in the long run than having just electricity. Yeah. Yeah. 日本ほど災害って多くないけど、スウェーデンでも嵐になって停電になったり、吹雪いて家から出ないでくださいみたいなことも結構よくあるので、私たちもいろいろ備えていきたいなと思いましたし、多分日本にお住まいの皆さんもやっぱり電気がないと困る人ってたくさんいると思います。今回そのジャッカリーのバッテリーをさ提供してもらったんだけど、やっぱそれにプラスして暖炉があった方が絶対安全だなと思ったし、それがあることでやっぱり私たちも安心して暮らせると思うので、どうなるかまだわからないんですけど、夏に向けていろいろ考えていきたいなというふうに思います。ということで今回は私たちが1年半このスウェーデンハウスで暮らしながら感じたことや、皆さんにお伝えしたかったことなどいろいろお話しさせていただきました。
次週は保護犬のブライアンとジェマに密着した1日 Vlog をお届けできたらいいなと思っていますので、まだチャンネル登録していない方がいらっしゃったらぜひそちらもよろしくお願いします。ということでまた来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。